今日はアストンマーティン DBX707 を東京のストリートで走らせています。この DBX707 なんですけど、インテリアが刷新されて、新しいねインフォテインメントシステムが採用され、デザインもね若干変更されていて、とてもねモダンラグジュアリーっていう言ってもいいと思うんですけれど、すごく高級感のあるインテリアに仕上がっています。今日は気温が4度で、まだねちょっと肌寒い冬の気候なんですけど、車にとってはねこのぐらい涼しい方がすごく快適に性能をフルに発揮できるっていう、そういったコンディションですけど、この前ね箱根でこの DBX707 のパフォーマンスチェックをしてきたんですけど、もうね驚いちゃったんですよね。っていうのはこのルックスですから、全長が 5039mm もあり、そして車高もね 1680mm と、まあまあ大柄なサイズですよね。でこの、SUV というプラットフォームなんですが、 DBX707 はボンドアルミシャシーを採用して、このアーキテクチャはねこの車だけのために開発されたものを備わっているということで、やっぱり全てがね洗練されているだけでなくて、車重もこの車の実際のねウェイトが2390キロなんですが、当然軽くないんですけれど、それがね箱根のワインディングでまるでバンテージのような、そういうね走りができちゃったんですね。これはね本当に驚きました。もちろんね着座位置が高いんでスポーツカーに乗ってるっていう感覚は最初のうちはないんですけど、だんだんねペースを上げていって、タイヤが温まってきて、でコーナーリング速度をどんどん増していった時の車の動きとか、それから設置性の良さとハンドリングの鋭さや、もちろんね絶対的なコーナーリングスピードのパフォーマンスまで含め、もはやね SUV じゃないんですよね。もう完璧にスポーツカーの領域でした。もちろんねウェイトがそこそこあるんで、最初のうちはおっかなびっくり徐々にペースアップしていったんですけど、最後はねもう思う存分、ほぼスロットルもねフラットアウトで走らせることができて、ブレーキもカーボンセラミックディスクブレーキで 420mm っていうね台形がフロントに装着されていて、リアも 390mm ですから、もちろんストッピングパワーは強力だって想像はできるんですけれど、やっぱりワインディングでね思いっきり走らせちゃうと、どうしてもねブレーキが垂れてきて、これだけのウェイトのある車ですから止まらなくなってくるっていう傾向があるにはあるんですけど、実はねこの DBX707 全くその傾向が見られなくて、最後までねペダルタッチが変わらず、ものすごいハイペースで走らせることができちゃったんですね。そういったね味付けがなされている。もちろんね走行モードはスポーツプラスモードといって、そういうスポーツカードライビングに適したモードを選択はしているんですけど、やっぱりそこのねトップエンドの領域をメインに仕上げてきたのかなっていう、そういったねところがこのタウン速度で走った時に乗り心地とか車の挙動のね感じ方とかに影響があると思いますね。っていうのはなかなかね
コツコツ感とか普通の SUV と比べたらちょっとね固めの乗り味という味付けになっていますね。フロントもリアも23インチっていうね台形タイヤにフロントが28535リアが32530っていう超扁平タイヤを履いていますから、もちろんタイヤのね影響で乗り心地にコツコツ感が出ちゃうっていうところはあるかもしれないですけども、それよりねやっぱりバンテージの時も感じたんですが、この新しいアストンマーティンのボンダーアルミシャシーはねものすごい光合成なんですね。ですからこのシャシーの硬さ、それがね締め上げられたダンパーと台形タイヤの組み合わせであってもコツコツ感は伝わってくるんですが、決してね不快じゃないんですね。ここがねポイントで、やはりシャシー合成のないモノコックを採用しているとどうしてもねブルブルンっていうね振動が来たりとか、あとはリニアに足が動いたリアルタイムでの体感ではなかったりね、ちょっとしたそういう合成のないシャシーに対してのそこをねブッシュ類でごまかして仕上げてるある車がほとんどなんですけれど、この DBX707 は素晴らしいシャシー合成のあるモノコックを採用してるんで、その辺のね動きも本当に SUV というよりはスポーツカーですね。ホイールベースが 3060mm もありますから、それなりにね乗り心地には貢献すると思うんですけど、それだけホイールベースがあるとやっぱりスポーツドライビングした時の操縦性には影響が出るのかななんて想像はしてたんですが、全くそんなことなくて、低速コーナーも中速コーナーもハイスピードコーナーも癖もなくてね、とても自然なコーナーリングフォースを決めることができて、なんて言ったらいいんだろう、本当にねサプライズです。ビッグサプライズ。これだけねハイペースで走れちゃう SUV はね今までなかったと思いますね。先日ねフェラーリのプロサンゲも同じワインディングで走らせたんですが、あちらはねトランスアクセル方式を採用したスポーツカーの4ドアっていうコンセプトで作られてるんで単純比較はできないんですけれども、ただウェイトやねボディサイズ、それといわゆる車輪がね設置するバランス的なものっていうのがほぼ似通っていて、でさらにトップパフォーマンスもこちらが0-100キロ加速が 3.3 秒でプロサンゲも同じですから、カタログ数値帳で見るとちょっとプロサンゲの方がウェイトが軽いんで有利に見えますけど、実はね、ワインディングではホット V の V8 エンジンがとてもトルクフルだったんで、そのねウェイトを完全にカバーしてるなっていう、そういったねイメージで、ぶっちゃけね一緒に走らせてはいないので単純比較は難しいですけれども、ドライバーのイメージとしてはほぼ互角と言っても過言ではないと思います。むしろね DBX707 の方が自信を持ってねコーナーアプローチできる、そのぐらいハンドリングの安定性がこの高いシャシー合成のおかげで実現できているなっていうことを確認できたんで、やはりプロサングのが先にデビューしていますから、この一番新しいね DBX707 はインテリアのね刷新だけではなくて、一番大きな改良点はインフォテインメントシステムなんですけれども、実はこの電子制御サスペンション、それからアンチロールシステムまで含めてアストンマーティンのエンジニアによってブラッシュアップされてるんですね。
ですからそのあたりね、走行量が増えれば増えるほど情報もたくさんメーカーに集まってきますから、マイナーチェンジっていう領域ではあるんですけれども、仕上がりのね高さは素晴らしい領域に達していると思います。今走行モードはねデフォルトの GT モードなんですが、この GT モードで走っている限りとてもコンフォート、そういったねイメージなんですが、でもやはり若干タイヤからのノイズと、それからギャップをね超えた時の振動と音はそれなりに室内には入ってくるんですけれども、でも普段のね風切り音やこの外の音を遮断するね静粛性といった意味では十分快適。このルーフにねガラスルーフが採用されているんで、すごく開放感ありますよね。これでサンルーフがね開いてくれたら最高なんですけど、そこはねちょっと残念ですが開かないんですが、快適装備で言えばねステアリングヒーターまで標準装備なんで、至れり尽くせりといったところですよね。でこのシートがねそこそこ硬さがあって、そしてホールド性はねもう完璧なバケットタイプの包まれる、そういったね形状になっていて、ホールド性が非常に高いので、ワインディングでね全開走行した時にも全く腰がねぶれることなくて、とても好感持てましたね。でそもそもねスポーツ走行に適したシートはこういったタウンスピードで走る時には若干妥協しられるものなんですけれど、それはね全然感じないですね。人によってはねちょっとシートが硬いなって思う方もいるかもしれないですけれども、僕の好み的にはねやはりこういった SV だと長距離ドライブもしますから、それだけのねロングタイムを快適に過ごすっていう意味では、このぐらいね適度な硬さが保たれているシートの方がむしろ腰がね痛くならないんですよね。この新型 DBX707 から新しく採用されたねこの左右のドアミラーなんですけど、これがねフレームレスですごく広い面積まで視認確認ができて、やはりね5メーター以上あるボディなんで、ちょっとね死角があるところがありまして、そういったシーンでねヒヤってしたりするもんなんですけど、この新しいミラーに関してはねそれが全然なくて、とても視認性がいいですね。今ね GT モードだったんですけど、スポーツモードに変えてみましょう。今これねスポーツモードに変更しました。でもほとんど違いがわからないですね。スポーツね今モードに変えて、若干乗り心地が少し硬くなったなっていう印象はありますけど、でもねエキゾーストがミディアムサウンドぐらいに音が大きくなった、それ以外はなんかほぼ感じないですね。このスポーツモードに変更してから乗り心地とかあんまり変化はないんですけど、若干ねシフトスピードが変更になって回転をホールドするようになりましたね。でエンジンブレーキもね少し強めに効いています。このね新しく採用されたインフォテインメントシステムの使い勝手はとても良くて、室内のね気温コントロールや、それからオーディオのボリュームコントロールはねアナログのローラー式になっていて、これがちゃんとねカチッカチッってタッチがあるんですね。走行モードのね切り替えをするこのセンターコントローラーですけどね、ほらカチッカチッってちゃんと機械音もするんですよね。でね手応えもあって、このちょっとねアルミ製のダイヤルの
金属感とかね、質感の高さが本当にね、ラグジュアリーとちょっとした職人技がね組み合わさった、やっぱりこの機械式なね動きを残してくれてるのはありがたいですよね。慣れて覚えちゃえばいいかもしれないですけど、ブラインドタッチして操作するにはメカニカル的なね動きを残してくれた方がドライバーにとっては操作しやすいと思います。今スポーツモードで走っていますけど、このままねちょっと首都高を走ってどんなねイメージをするのか試してみたいと思います。じゃあ首都高行ってみましょう。せっかくだからねマニュアルモードに変更して走ってみましょうか。加速は鋭いですね。DBX707 専用に開発されたアンチロールコントロールシステムなんですが、とてもね高い性能を発揮していると思います。というのは本当にねロールしないんですよね。まずドライバーが体感することはなくて、そのおかげでねすごく安定したコーナーリングフォースを発生していて、これだけねウェイトがあって大きい車格の車なんですけど、全くねちょっと着座位置の高さからねイメージするとぐわーってロールしそうなんですが、もうほぼスーパースポーツと同じロール角しかロールしないんで、このねギャップに慣れちゃうと平気なんですけど、慣れるないうちはねちょっと怖いなって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。でもひとたびねこれいけちゃうんだって分かっちゃうと、もうスイスイとねキビキビ走らせることができて、はい、ありがとう。はい首都高はね事故多いですからね。この首都高の目地段差はね結構乗り心地影響があるんですけど、音はねちょっとドスドスってしてますけど、ドライバーにはねほぼ嫌な突き上げ感もなくて、とてもねフラットライドな乗り心地だと思います。スポーツでねこれですから十分以上じゃないですかね。このストリートでね普通に流して走る分にはデフォルトの GT モードで走るでしょうから、乗り心地とかねそういったところに不満は全くないですね。それでいてね、いざ本気でね走らせようとした時の車の動きとか、ちょっとね驚きとしか言いようがないんですけど、これはねもう2台持ちしなくちゃ本来ならできないことをこの車1台で全部賄ってくれる、本当にね SUV の顔をかぶったスーパースポーツカーですね。じゃあちょっとスポーツプラスモードを試してみましょう。エキゾーストのねバルブが全開になってサウンドが変わりましたね。この4リッター V8 のツインターボエンジンなんですけど、決してね高回転型のエンジンではないんでね、マキシマムはね7000までしか回らないんですけど、
それがね全然問題なく、ものすごくトルクフルなエンジンなんで、その高トルクでね全てを賄ってくれる。900ニュートンメーターもあるトルクですからね。このねのぶといサウンドとね、それから低回転からねぐいぐいと加速してくるこの動きと相まって、なんかね独特のテイストですよね。もちろんね足回りは締め固められて、それなりの路面のね動きをしっかりとドライバーに伝えてくれる、そういったね乗り味に変更になりましたけど、でも硬くてね不快だなとか、おそらくパッセンジャーシートに乗ってる人もね全然これだったら嫌だなっていう印象はないでしょうね。むしろハイスピードで走ってる時なんかはね安心感に変わると思いますね。これだけアスファルトのドライ路面でね高いパフォーマンスを発揮しながらも、テレインモードといってオフロードもしっかりとね走れるモードが装着されているんで、今回はねオフロードはテストできませんでしたけど、まあ至れり尽くせりと言っても過言ではないですね。ですからこういったね SUV で仲間と一緒にスキーに行ったりとかね、そういった走行シーンももちろん経験するでしょうけど、今回はねウェット路面が全く走れてないんで、そこは次回ねテストしてみたいなと思いますけど、この安定感とね高いロードホールディング能力があればね、スノー路面でも全然問題なく安心して走ることができるでしょうね。この DBX707 でね一番使う頻度が低いと思われるスポーツプラスモードですから、それでもね全然普通に走れちゃうし、決して不快なねイメージはゆったりと走らせてもないので、このねスポーツプラスモードサーキットもね全然いけちゃうと思うんで、そういった意味ではねもう万能 SUV ですよね。でねこの ZF 製のね9速オートマティックギアボックスなんですけど、ウェットクラッチを採用してねこのシフトアップダウンがねとてもスポーティーで走らすことができて、シフトアップに関してはもうほぼダブルクラッチと遜色ない変速速度でシフトアップが可能で、シフトダウンだけね若干リニアティに変えている部分はあるなって最初は思うんですけれども、だけどねこのトルクフルなねパワーユニットを特性をねきちっと掴んで、あとはね全然シフト操作がね逆にズボラで良くなるぐらいトルクがねカバーしてくれて、走りをですから頻繁にねシフトアップダウンを繰り返すことなく一速のねギアでかなりの領域を走れちゃうんで、そういった意味ではねこのシフトダウンのマイナスなイメージももう車に慣れた頃には全くなくなってたんですね。ですからパドルシフトがついているからねマニュアルミッションと同じようにね自分でハンドでこう操作するイメージでパドルでアップダウンするとちょっとねなんかイメージについてこないなって感じられる方もいらっしゃるかもしれないですけど、この車のね特性とか操縦性に慣れてしまうとね全然気にならないと思いますね。
しろね頻繁にシフト操作をしなくていい分ハンドリング集中できますから、そういったねメリットもあるんですよね。でもちろんね適正な車速までスピードダウンしてあげればしっかりとねギアボックスはシフトダウンが可能なんで、そのあたりもねドライバーの誤操作を防いでくれているっていう点もあって、ほぼほぼねパドルで走ることは少ないでしょうから十分以上ですね。ほんとね2500回転もう回ってたら、そこからねアクセルを踏み込むだけで鋭い加速が得られるんで、これはね慣れてしまうととても使い勝手はいいと思います。これだけね自信を持ってねコーナーに飛び込んでいける SUV って今までなかったと思いますね。もうこれはね SUV というよりは完全にスポーツカーの領域ですよね。やはりね箱根でもトライはできましたけど、素晴らしいハンドリングですね。今首都高降りましたけど、素晴らしいロードホールディング能力を堪能できましたね。ちょっとねこの DBX707 の完成度の高さには本当に驚かされました。それなりのね高額な車両ですから選択肢たくさん出てくると思うんですけれども、僕はねスポーツドライビングが好きな方には一押しの車になったなって正直思っています。アストンマーティンはねローレンス・ストロールさんが就任されてから、明らかに別次元のレベルで車を仕上げてくるようになりましたね。本当ねこれからもとても楽しみです。